皆さんこんばんは。今日は日本語の語源について話したいと思います。去年、語源辞典っていうものを買ったんですよ。でも、本棚に置きっぱなし、ずっと置きっぱなしだったので、久しぶりに読んでみたんです。で、その語源辞典を読んでみたところ、面白い言葉がたくさんあったので、今日は皆さんに5つの日本語の語源を紹介しようと思います。語源をね、覚えると、その単語は強く印象に残りますから、ただ意味を暗記するよりも忘れにくくなりますね。はい。ということで、早速一つ目から紹介していきます。まず一つ目は、おもちゃですね。もともと持ち遊びから来たと言われています。手に持って遊ぶものっていう意味ですね。それが省略されて、持ち遊び、もちゃ、おもちゃになりました。おもちゃはね、最近私の親戚の子供に買ってあげたんですけど、たくさん遊んでくれてるみたいなので、買った甲斐がありますね。はい、買った甲斐があります。嬉しいですね。じゃあ次二つ目の単語は、獣です。獣は英語で beast ですね。もともとは毛のもの、毛がある生き物ということだったそうですね。獣といえば、狼とか熊とか、そうですね。皆さんは獣と聞いて、はじめにどんな獣を思い浮かべますか？うん、面白いですね。じゃあ次は三つ目。三つ目の単語は、苔です。はい。苔はこれですね。はっきりした語源はわからないみたいですけど、木の毛と書いて苔から来たという説がありますね。木の毛。うん。さっきの獣と似ていますけど、うん、毛がある生き物。獣ちょっと似ていますね。次は四つ目ですね。夜間です。夜間。夜間はもともと漢字で薬缶と書きました。薬を煮出すための容器で、薬っていう字が入っていますね。うん。今もお湯を沸かす道具ですが、もともとは薬のための道具だったんですね。でも現代は電気ポットとかウォーターサーバーとかありますから、夜間でお湯を沸かさずに済む、沸かさずに済むっていう家庭も多いですね。うん。皆さんは夜間でお湯を沸かしますか？どうですか？はい。じゃあ最後5つ目は、大げさという単語です。これはな形容詞で、使い方は、彼は少し大げさな話し方をします。とか、そんなに大げさに驚かなくても大丈夫ですよ。とか、本当よりも大きく
というニュアンスがありますね。では、なぜこの単語がそのように使われるのかというと、はい、今朝という言葉があります。これは、お坊さんが身につけているもので、今朝を作るには大きな布が必要でした。そこから大げさは必要以上に大きいという意味で使われるようになりましたね。うん。実は仏教から来ている言葉ですね。まあ、日本語の言葉の中には結構仏教、もともと仏教の言葉で今も日常生活でよく使われている言葉になったものがたくさんありますね。うん、調べてみると面白いと思います。はい。どうでしたかね。今日は5つの単語に関する語源を紹介しましたけど、ぜひね、今日覚えた単語を周りの友達や同僚に話してみてください。自分の言葉で説明しようとすると、頭の中でその知識は整理されますね。整理されるし、アウトプットをすると長い間よくできるとも言われているので、はい、ぜひ忘れないようにね、試してみてください。はい、では今日はここまでにしましょう。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のビデオもお楽しみに。バイバイ。